今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。静かな夜にぴったりのミステリーで眠りの前のひとときを彩ります。眠りの世界へと導く物語をお届けします。この動画はミステリー、オリジナルストーリーを7話お届けします。当チャンネル眠りの語り部ではあなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではおやすみなさい。星空のメッセージ。静かな夜、空は星々で満たされていた。遠くの街の明かりもこの夜の静寂には及ばない。そんな夜に小さな町星の谷の図書館で一つの謎が静かに息を吹き返していた。図書館の管理人であるエマは古びた一冊の日記を偶然見つける。その日記は町がまだ若い頃のもので、町の創設者である星見のエドワードによって書かれていた。エドワードは星々にまつわる様々な物語や伝説を収集し、その中には星空のメッセージと題された章があった。それは星々が形成する特定の模様が示すメッセージを解読すると、街に隠された秘宝へと導かれるというものだった。この日記を読んだエマは星空のメッセージに興味を持ち、その謎を解き明かすことを決意する。しかし、エドワードの記述は断片的で、メッセージを解読するには、さらなる手がかりが必要だった。エマは、町の住人たちにも、この話を持ちかけるが、多くの人々は、それを単なる伝説や、老人のざれ言として受け取る。ただ一人、町の天文学者であるオリバーだけが、エマの興味を共有し、彼女と一緒に謎解きに挑むことになる。二人は星空のメッセージを解読するために古い文献やエドワードの日記、そして夜ごとの星空を調査し始める。それはただの謎解きではなく、街の歴史と自らの居場所を見つめ直す旅となる。星の谷は静かに、しかし確実に二人の冒険を見守っていた。エマとオリバーの最初の挑戦は、星空のメッセージを解読するための具体的な方法を見つけ出すことだった。エマはエドワードの日記をもう一度注意深く読み返し、オリバーは星座の配置と星々の動きに関する古い天文書を調査した。日記の中には、エドワードが星空を時間を超えたメッセージを運ぶ図書館と呼んでいたことが記されていた。エマはこの表現に心を打たれ、星空に隠されたメッセージを読み解くことが、まるで古い本から知識を学ぶようなものだと感じた。オリバーの専門知識により、二人は星座が年間を通じてどのように移動するか、そしてそれが地上の観察者にどのように見えるかを理解し始める。特にエドワードの日記に記された日付に注目し、その日に特別な天文現象があったかを調べた。彼らはエドワードが星空のメッセージを記した夜、特定の星座が非常に珍しい配置を形成していたことを発見する。この配置は数百年に一度しか現れないもので、次に同じ配置が見られるのは数十年後だった。この発見により、エマとオリバーは星座の配置が秘宝の場所を示している可能性があると考えた。しかし、その配置が再び現れるまで待つわけにはいかない。二人は別の方法を見つけなければならなかった。そこでオリバーは現代の天文学技術を用いて過去の星の配置をシミュレートすることを提案する。この方法であれば、彼らは数百年前の星空を観察し、エドワードが見たとされる星座の配置を再現できるかもしれない。二人はこの新たな手がかりに興奮しながらも、町の人々からの理解を得るためにも、その研究を続けることに決める。星空の下、二人の冒険は新たな段階に入っていた。オリバーが所属する天文台での作業は、エマとオリバーにとって全く新しい経験だった。彼らは先端の天文学的シミュレーションソフトウェアを使用して、
エドワードが星空のメッセージを記した夜の星空を再現する作業に没頭する。何日もの時間をかけ、ようやく彼らは、その夜の星空の構成を正確に再現することに成功した。この星空の地図は、星々が形成する特定の模様を一見すると、ただの星座の集まりのようだが、エマとオリバーには、それが何かを指し示しているように見えた。エドワードの日記には、この星の配置が大地に刻まれた印と関連しているというヒントがあった。彼らは、この情報を手がかりに、星の配置が示す場所を地上で探し始めることにした。研究を進めるうち、彼らは地元の歴史家とも協力することになり、古い地図や記録を調べ上げる。そしてついに、星々の配置が指し示す場所が、星の谷近郊のある、古い井戸の位置と一致することを突き止めた。エドワードが秘宝に関して言及していた場所と、この井戸の位置が符合するのではないかと考えたのだ。エマとオリバーは、井戸の調査を計画する。この場所は、今ではほとんど忘れ去られた古い森の中にあり、長年にわたって、人々の記憶から消えていた。二人がその場所を訪れると、井戸は荒れ果てており、周囲は野生の草木で覆われていた。しかし、彼らはこの場所が何か特別なものを秘めていることを感じ取ることができた。井戸の調査は困難を極めた。古い構造物は崩れやすく、安全に探索するためには特別な準備が必要だった。しかし、エマとオリバーは諦めず、地元のコミュニティからの支援を得ながら、秘密を解き明かすための作業を進めていく。この井戸が隠す秘密とは何か。エドワードの日記が指し示す星空のメッセージの真意とは、彼らの探索は、やがて、星の谷に、古くから伝わる伝説と、秘宝の真実に迫っていく。井戸の底で、エマとオリバーは、驚くべき発見をした。壁の一部が、巧妙に作られた、隠し扉であることが判明し、その扉を開けるためには、特定の方法で、星座の模様を再現しなければならなかった。エマは、エドワードの日記の記述を思い出し、オリバーは、その星座の配置をもとに、扉の解錠方法を導き出す。長い時間と根気が必要だったが、二人はついに扉を開くことに成功する。その先に広がっていたのは、古代の秘密の部屋だった。部屋の中央には小さな台座があり、その上には美しい宝石が散りばめられた小箱が置かれていた。箱を開けると、中からは古い手紙と一緒に、精巧に作られた金のペンダントが現れた。手紙にはエドワードの筆跡で、この秘宝は星の谷の人々に捧げるものであり、これを見つけ出した者が町の真の守り人であると記されていた。さらに手紙には星の谷の将来の繁栄を願うメッセージとともに町を守るための知恵が記されていた。エマとオリバーはこの発見を町の人々に報告し、二人の努力が認められることとなる。町の人々はこの古い伝説が真実であることに驚き、エマとオリバーを町の英雄として称えた。この事件は星の谷の人々に大きな影響を与え、町の団結と共同体意識を高めることに貢献した。エマとオリバーは町の図書館にエドワードの日記とともにこの新たな発見を展示し、未来の世代にもこの歴史を伝えることを決めた。星の谷は再び静けさに包まれるが、今回の冒険を通じて町の人々は互いにもっと近づき、星空の下での絆を深めることができた。エマとオリバーの友情も、この共有された経験を通じて永遠のものとなった。月日は流れ、星の谷の町はかつてないほどに繁栄していた。エマとオリバーの冒険の話は町の伝説となり、星空のメッセージを解き明かした二人の英雄譚は若い世代に希望と夢を与えていた。町の中心に新しく建てられた広場には、エマとオリバーを象徴する彫像が建てられ、その足元には星空のメッセージの物語が刻まれたプレートが置かれた。町の人々は、この場所を訪れ、星の谷の歴史と、その英雄たちを称える。
エマとオリバーは、それぞれの道を歩みながらも、いつも心で繋がっていた。彼らの友情は、変わらぬ星空の下で、時間を超えて続いていく。そしてある晩、町の人々が、星空観測のイベントを開催した。子供たちは手をつなぎ、家族や友人たちは、暖かい毛布にくるまりながら、無数の星が輝く夜空を眺めた。エマとオリバーも、その中にいて、星々の美しさと、かつての冒険を思い出していた。星の谷は、星空のメッセージを通じて見つけた宝物よりも、大きな財産を得たのだ。互いを理解し、支え合うコミュニティの精神。星々が織りなす物語は、町の人々に未来への道しるべとなり、星空の下での絆は永遠に輝き続ける。夜空を見上げながら、エマはオリバーに言った。星々が私たちに語りかけているように、私たちの物語もまた、誰かの心に届くことでしょう。星空の下、星の谷の物語は永遠に続いていく。その光は、希望と夢を求めるすべての人々の心に、静かに灯り続けるのだった。残されたダイアリー。雨が降る小さな町、エルダーウッド。ここは時がゆっくり流れる場所。人々は互いに顔を覚え、秘密もまた長い時間をかけてゆっくりと明らかにされていく。この物語の中心にあるのは、ある古い家と、その家に残された一冊のダイアリー。家の名はグレンビル荘。町の外れ、森に囲まれたこの家は、長年空き家となっていた。しかし、ある日、遠い町から若い女性、リリアンがこの家を訪れる。彼女は、最近、グレンビル荘を、叔母から相続したのだという。リリアンは古い家具と、いくつもの箱、そして、ダイアリーを見つける。それは、彼女の祖母が、若い頃に書いたものだった。ダイアリーは、祖母がこの家で過ごした日々、そして隠された宝という謎について語っていた。しかし、その詳細は謎に包まれていた。リリアンはダイアリーを読むうちに、祖母が残した謎を解き明かすことを決意する。彼女はこの小さな町で祖母の過去と家の秘密を探り始めるのだった。それは静かなる冒険の始まり。エルダーウッドの町はリリアンにとって未知なる物語と謎を秘めた場所となる。そしてダイアリーはその鍵を握っていた。リリアンはまだ知らない。この町と家、そしてダイアリーが彼女の運命にどのような影響を与えるかを。リリアンはグレンビル荘での生活を始める。彼女は家を整え、ダイアリーに記された祖母の生活を追体験しようとする。古い写真、手紙、そして家具の中には過去の生活の断片が残されていた。ダイアリーには町の人々、隠された場所、そして祖母の若かった頃の夢や願いが綴られている。リリアンは祖母の足跡をたどりながら町の図書館や古い記録を調べ始める。ある日、リリアンはダイアリーに書かれた隠された宝に関するヒントを見つける。それは家のどこかに隠された鍵と地図の存在だった。しかし、それらを見つけるための手がかりはほとんどない。リリアンは家の隅々を探し始めるが何も見つからない。そんなある夜、屋根裏部屋で一枚の古い絵画を見つける。その絵画の裏には不思議な記号と数列が記されていた。これが謎解きの第一歩だと直感するリリアン。記号と数列を手がかりに、リリアンはエルダーウッドの歴史を探る。数列は町の古い建物や地点を示していることがわかる。リリアンはこれらの場所を訪れ、祖母の足跡をたどる。各地点では祖母が残したと思われる小さな手がかりを見つける。それは祖母がこの町でどのような生活をしていたのか、そして隠された宝とは何かの理解を深める。手がかりを追いながら、リリアンは町の人々との関係も深めていく。
彼女は祖母の古い友人や祖母の記憶を今も大切にしている人々に出会う。彼らから祖母の人柄や当時の街の様子を聞くことができる。そしてリリアンは徐々に理解していく。この隠された宝とは物質的な価値ではなく、祖母がこの街と人々に残した愛と記憶のことだったのかもしれない。謎解きを進めるうちに、リリアンはグレンビル荘の庭の奥深くに隠された古い井戸を見つける。井戸の中から鍵と思われる古い錠前が見つかる。そしてその鍵はグレンビル省内にある古い机の引き出しを開けるのに使えることがわかる。引き出しからは祖母がこの町とその人々に捧げた愛の物語が綴られた手紙と町の美しい風景が描かれた絵画が見つかる。これらは祖母が隠された宝と呼んでいたものの正体だった。手紙には人々への感謝と愛、そしてリリアンへのメッセージが記されていた。祖母はリリアンに人とのつながりが最も大切な宝であること、そしてこの家と町に新たな物語を刻んでほしいと願っていたのだ。リリアンは手紙を読み、祖母が残した真実の価値を理解する。祖母の足跡をたどり、町の人々とのつながりを深める中で、リリアンは自分自身も変わっていく。エルダーウッドの町は彼女にとっての新しい家となり、町の人々は家族のような存在となる。リリアンは祖母の愛を引き継ぎ、この町で新たな生活を始める決意をする。リリアンはグレンビル荘で開かれる小さな展示会を計画する。展示会では祖母の絵画と手紙、そしてリリアンがこの町で見つけた新しい物語が紹介される。町の人々はリリアンの努力によって祖母の遺産がどのように生き続けているかを目の当たりにし感動する。展示会の日、リリアンは祖母の手紙を読み上げる。その言葉には過去と現在、そして未来への愛が込められていた。リリアンの話を聞き、町の人々は自分たちの思い出や祖母とのつながりを語り始める。この瞬間、グレンビル荘はただの家ではなく、町の人々の心をつなぐ場所となる。物語はリリアンが夕暮れ時に庭を見渡す場面で終わる。彼女は祖母がかつてこの同じ場所から見たであろう美しい風景を眺めている。リリアンは自分が選んだ道、祖母の遺産を受け継ぎ、町の一部となることの喜びを感じている。彼女はエルダーウッドの町とその人々と共に新たな物語を紡いでいくことを心から楽しみにしている。この物語の終わりは新しい始まりの予感を残す。リリアンとエルダーウッドの町は静かながらも温かい絆で結ばれ、未来に向けて新たな歩みを始めるのであった。静かなる湖の伝説。夜が深まるにつれ、湖はさらにその静寂を深めていった。静かなる湖、そう呼ばれるこの場所は、昼間の喧騒からは想像もつかないほどの平和を称えている。湖面に映る月の光が唯一の道標となっている。この湖には古くから伝わる伝説がある。一夜にして突如として現れたこの湖は、かつて村を守ったと言われる神秘の力を秘めているという。しかし、その力を目の当たりにした者は誰もおらず、伝説は年月を経るごとに色あせ、今ではほんのわずかな老人たちの間で語り継がれるのみであった。ある晩、湖畔の小さな村に若き考古学者のアリスが訪れた。彼女はこの地に伝わる伝説の真実を解き明かすため、遠い都市からやってきたのだ。アリスはこの湖が隠す謎に魅了されていた。彼女にはこの静かなる湖がただの自然現象だけでなく何か大きな物語の一部であるという確信があった。アリスは村の人々と交流を深めながら伝説の真実に迫る手がかりを探し始める。彼女は知る。この湖が静かである理由、
そしてこの湖に秘められた真実を、こうして静かなる湖の伝説をめぐる小さな冒険が始まった。アリスが村に到着したのはまさに満月の夜だった。湖面に反射する月の光が彼女を迎えるかのように輝いていた。村の小さな宿に荷物を解き、彼女はすぐにでも湖へと足を運びたい衝動に駆られたが、まずは地元の人々との関係を築くことを優先した。翌日、アリスは村の中心部で開かれていた小さな市場へと向かった。色とりどりの野菜や果物、手作りの品々が並べられ、生活の賑わいが感じられた。市場で彼女はジョンと名乗る老人と出会った。ジョンは湖にまつわる話を語るのが好きな村の長老の一人だった。ジョンによれば、湖は数百年前、村を襲った大災害を防いだという。その夜、突如湖が現れ、村を飲み込もうとする大火を鎮めた。それ以来、湖は村の守り神として崇められ、平和が保たれているという。しかし、湖にはもっと深い秘密があるんじゃよ。と、ジョンは言う。夜、湖へ行くと、時々不思議な光を見ることができる。あれは何かの合図なのかもしれん。興味をそそられたアリスは、その夜、月明かりのもと、湖へと向かった。湖畔に立つと、静寂がすべてを包み込む。しばらくすると、確かに湖の中心からかすかに光が点滅しているのが見えた。その光は、どこか慈悲深いような温かみを感じさせるものだった。これがジョンさんが言っていた不思議な光か。アリスはつぶやいた。しかし、その光の正体や意味を解明するには、もっと多くの情報が必要だった。そんなアリスの前に、突如として一匹の白い猫が現れた。猫はアリスをじっと見つめると、湖の方へと歩き始めた。まるで何かを示そうとしているかのように。アリスは迷わずその猫を追い、新たな謎へと足を踏み入れていくのだった。アリスが白い猫を追って湖のあぜを歩いていると、猫はある古びた小屋の前で立ち止まった。この小屋はかつて湖畔で使われていた漁師の小屋のようだったが、今は使われていないように見えた。猫は小屋の扉を見つめると、静かにその場を去っていった。アリスは小屋の扉をそっと開けると、中に入った。小屋の中は、年月を感じさせるが、意外にも整理されており、中央には大きな小地図が壁にかけられていた。この地図は湖とその周辺の地形を詳細に描いており、アリスはすぐにこの地図が非常に古いものであることを認識した。地図をじっくりと観察していると、アリスは湖の中心に小さな島が描かれているのを発見した。しかし、現在の湖にはそのような島は存在しない。この発見に心を躍らせながら、彼女はこの謎の島が何を意味しているのか、そして、なぜ現在は消えてしまったのかを知るため、さらに調査を進めることを決意した。翌日、アリスは地元の図書館を訪れ、湖とその伝説についての資料を調べ上げた。何時間もの時間を費やした後、彼女はある興味深い記録を発見した。記録によると、湖ができる数十年前、この地域には小さな村が存在しており、その村は今では湖の底に沈んでいるという。さらに読み進めると、その村は特殊な石を産出しており、その石は治癒の力を持つと信じられていた。しかし、その力をめぐって争いが絶えず、最終的には自然の怒りを買い、大災害によって村ごとこの底へと沈められたと記されていた。アリスはこの伝説が湖の謎を解く鍵であると確信し、さらなる真実を探求するために湖へと戻ることを決心した。彼女はこの古い伝説が今にもつながる重要な手がかりを持っていることを感じ取っていた。翌日、アリスは湖へ戻り、地図と記録に基づき、古い村と島があったとされる場所を探索することにした。
彼女は地元の漁師であるマイケルに協力を求め、小さなボートで湖の中心に向かった。湖はその日、驚くほど穏やかで、ボートの進む音だけが静寂を破る。湖の中心に差し掛かると、マイケルはゆっくりとボートを止め、アリスに手渡された古い地図を見ながら、彼らが目指すべき場所を確認した。アリスは水中カメラと潜水用の装備を準備し、湖の底へと潜る準備を整えた。湖の水は冷たく、透明度が高いため、水中の景色は鮮明に見えた。彼女は慎重に進みながら、湖底にあるはずの村の遺跡を探した。やがて、アリスは湖底に古い建物の残骸を発見した。時間の流れを感じさせる石積みの壁、かつて家々が立ち並んでいたであろう区画。そして中央に位置する小さな祠のような建物を見つけた。この祠の前には、かつて記録で読んだ治癒の力を持つとされる石が安置されていた。アリスはこの発見が湖に秘められた歴史と伝説の真実を明らかにする重要な手がかりであることを直感した。彼女は石を手に取り、水面へと戻った。水面に戻ると、アリスはマイケルにこの発見を共有し、二人は湖畔に戻って、この情報を村の人々と共有することにした。アリスはこの石がかつて村を守り、そして今もなお湖を守っているのではないかという考えに至った。この日の発見は、静かなる湖が秘める歴史の一端を明らかにしただけでなく、アリスにとっても、彼女の探求心をさらに掘り下げるきっかけとなった。湖とその伝説は、まだ多くの謎を残している。数日後、アリスは村の集会所で湖の調査結果を報告した。発見された石と湖底に沈んだ村の遺跡について、詳細に説明すると、村人たちは驚きと興味で耳を傾けた。ジョンをはじめとする長老たちは、古い伝説が現実のものとして確認されたことに、深い感動を覚えた。アリスの話から、村人たちは、湖がただの自然現象ではなく、過去に生きた人々の歴史と結びついていることを理解した。そして湖が村を守るための神秘的な力を持っていることも納得のいくものとなった。その後、アリスと村人たちは湖畔で小さな式典を開催し、湖とその守り神である石に感謝の意を表した。アリスはこの場所とその伝説がもたらす平和と癒しの力を改めて実感した。式典の終わりにアリスは再び白い猫に出会った。猫はアリスの足元で軽やかに鳴き、まるで何かを伝えようとしているかのようだった。アリスはこの猫が湖の守り神の使いである可能性を感じ、静かに感謝の言葉を捧げた。アリスの湖に対する探求は多くの謎を解き明かした。しかし、彼女はこの地にはまだ多くの物語が眠っていることを知っていた。静かなる湖は過去と現在、そして未来をつなぐ神秘の場所である。その夜、湖面に映る月の光がいつにも増して明るく輝いていた。アリスはこの湖がこれからも多くの人々に平和と癒しをもたらすことを願いながら遠くの都市へと戻る準備を始めた。そして彼女はいつの日か再びこの地を訪れることを心に誓った。静かなる湖の伝説はアリスの冒険で新たな章を迎え、これからも長い年月を経て語り継がれていくだろう。古い地図と秘密の場所。ある雨の降る夜、古びた本屋の片隅で、エマはふと手に取った一冊の本から落ちた古い地図を見つけた。それは普通の地図ではなく、どこか神秘的な雰囲気を持っており、見る者を不思議な世界へと誘うようだった。地図には秘密の場所へと続く道が描かれていたが、その場所はエマの知るどの地図にも記されていなかった。翌日、エマはその地図を頼りに、長い間忘れられていた秘密の場所を探し始める。
町を離れ、森の奥深くへと足を踏み入れた彼女は、次第に現実世界から遠ざかっていくような感覚に包まれた。雨上がりの新鮮な空気、木々の囁き、遠くから聞こえる小川のせせらぎ。すべてがエマを歓迎するかのようだった。しかし、この物語は、ただの探検話ではない。地図に隠された秘密、そこに至る旅が明らかにする謎、そしてエマ自身の過去とのつながり。すべてが絡み合い、やがて心地よい謎解きへと誘うのだった。この物語は、秘密の場所への道とともに、エマ自身の内面も、また深く探求していく。エマは地図を手にしたその日から何か不思議な力に惹かれるように、その秘密を解き明かそうと決心していた。彼女はまず地図が見つかった古本屋に戻り、その地図の出所について店主に尋ねた。しかし、店主はその地図がどの本から落ちたのか、またその地図を寄贈したのが誰なのかさえも覚えていなかった。地図には古びた印刷技術で描かれた風景と数箇所に記された謎めいたシンボルがあった。エマは地図上のシンボルと風景を照らし合わせながらその意味を解読しようとした。彼女は図書館を訪れ地元の歴史について調べ上げたが、地図に描かれた場所が実在するという証拠は見つからなかった。そこでエマは地図に描かれた風景を頼りに実際にその場所を訪れることにした。彼女は古いバックパックに必要最低限の荷物を詰め、旅に出た。旅の途中、エマは地図に描かれたいくつかの目印を発見し、それが自分が正しい道を進んでいることを示していると確信した。森の中を歩きながら、エマは自然の美しさと静けさに心を奪われ、同時に地図が隠す謎を解き明かすことへの期待で、胸を膨らませていた。この地図の謎を追い求める旅は、エマにとって、ただの冒険ではなく、自分自身を見つめ直す機会でもあった。過去の記憶、忘れ去られた夢、そしてこれからの人生について。地図が導く秘密の場所への旅は、エマ自身の心の旅でもあったのだ。エマが森の奥深くに進むにつれ、地形は徐々に彼女に挑戦を投げかけるようになった。荒れた道、突然現れる小川、そして予期せぬ崖。それでも彼女は地図に示された道を一歩一歩確実に辿っていった。そしてついに地図の終点と思われる場所にたどり着いた。そこは長い間人の目に触れることのなかった忘れられた村だった。この村は一見すると何百年も前に時が止まったかのように見えた。古びた家々、静寂に包まれた広場、そして中央に立つ小さな教会。しかし、エマがさらに村を探索するうちに、この場所が完全に放棄されているわけではないことに気づいた。家々の中には生活の痕跡が残され、時折遠くから人の声がするような気配も感じられた。エマはこの村が地図になぜ記されていたのか、そして誰が彼女にこの場所を見つけさせたかったのか、その理由を知りたいと思った。彼女は村をさらに探索し、地図に記されたシンボルの一つが描かれた古い教会の扉を見つけた。扉を開けると中からほのかに光が漏れてきた。エマはこの光が秘密へと続く道しるべであることを直感した。彼女が教会の中に足を踏み入れると、中央の祭壇に置かれた古い日記を発見した。その日記には、数世紀前、この村が隠れた知識と、英知を守るために創設されたこと、そして村人たちが外界から隔絶された理由が記されていた。エマは、この日記が、この場所に隠された秘密の鍵であることを理解した。彼女はこの謎を解くためには村とその住人の物語を理解しなければならないと感じた。エマが古い日記を読み進めるうちに忘れられた村の秘密が少しずつ明らかになっていった。日記には村がかつて知識の守護者としての役割を担っていたこと、そしてその知識が時の流れとともに失われてしまった悲しみが記されていた。
しかし、日記の著者は、知識を未来へと継承するための鍵を、この村に残したと書いていた。エマは、日記を手に教会を出ると、村の探索を続けた。彼女は、日記に記されたヒントを頼りに、村の隠された場所を探し始めた。そうしているうちに、彼女は、教会の裏に隠された、小さな庭園を発見した。庭園の中心には、古びた彫像があり、その台座には奇妙な装飾と一線の詩が刻まれていた。この詩は日記の著者が残した鍵を見つけるための手がかりであることをエマは直感した。彼女は詩の意味を解読し、それが指し示す場所を探し当てた。それは村の外れにある古い井戸だった。井戸の中に手を伸ばすと、エマの手は古い箱に触れた。箱を開けると、中からは村の歴史を記した文書と古代の知識を伝える書が現れた。この書は時間を超えて受け継がれるべき価値ある知識を含んでおり、エマはこの発見が偶然ではないことを感じた。村を訪れ、その秘密を解き明かしたことで、エマは自分自身との対話を深めることができた。彼女はこの旅が自分にとって何を意味するのかを理解し始め、過去の束縛から解放される感覚を得た。村の秘密を世界に公開するかどうかを決めるのはエマ自身だったが、彼女はこの経験を通して得た知識と英知を何かしらの形で未来へと継承することを決意した。エマは長い旅を経てついに自宅に戻った。彼女が持ち帰ったのはただの古い地図や文書ではなく、時間を超えた知識と自己発見の旅から得た深い洞察だった。彼女の心はかつて抱えていた不安や疑問から解放され、新たな平和と充実感で満たされていた。家に戻ったエマは旅の記録を始めた。彼女は忘れられた村での出来事、発見した知識、そしてそれが彼女自身の人生にどのような影響を与えたかを丁寧に言葉にしていった。エマはまた自分の経験を通じて他の人々にも何かを伝えられるかもしれないと考え、その物語を公開することに決めた。彼女の物語はやがて多くの人々に読まれ、彼ら自身の内なる旅を始めるきっかけとなった。エマは人々が自分自身と向き合い、過去を受け入れ、未来へと歩み出す勇気を持つことの大切さを伝えたかった。彼女の物語は読む人それぞれに異なる意味を持ち、多くの人々にインスピレーションを与え続けた。エマ自身もこの旅を通じて変わり、成長した。彼女は過去を振り返りながらも常に前を向き、新たな冒険と発見への扉を開き続けた。そして古い地図と秘密の場所がもたらした謎と驚きは、彼女の心に永遠の宝物として残った。物語は終わりを迎えたが、エマの旅はまだ終わっていない。新たな地図が彼女を待っているかもしれないし、次の秘密がすぐそこに隠されているかもしれない。しかし、エマは知っている。真の冒険は外にあるものではなく、自分の内にあることを。そして、それが彼女をこれからも導き続けることを。緑の庭の謎。夏の終わり、穏やかな風が小さな村を通り抜けていく。その中心にあるのは、時を超えてきたという古い屋敷、エメラルドビラだ。この屋敷は、その名の通り、広大な緑の庭に囲まれており、村の人々にとっては、長年の謎と隠された物語の源であった。屋敷の持ち主は数十年前に亡くなったとされるが、今もなお庭は手入れされ、夜になると窓からは明かりが見えることがある。村人たちは誰も屋敷に足を踏み入れる勇気はなかった。しかし、この夏、物事は変わり始めた。村に新しく引っ越してきた若い小説家エリオットがエメラルドビラの謎を解明しようと決心したのだ。エリオットは物語を追い求める情熱があり、この古い屋敷とその庭に隠された秘密を解き明かすことで、新しい小説の着想を得ようと考えていた。
夏の終わりのある日、エリオットはノートとペンを持ってエメラルドビラの庭の探索を開始した。穏やかな風と鳥たちの囁きが新しい冒険の始まりを告げるかのようだった。夏の終わりのある日、エリオットはノートとペンを携え、エメラルドビラの庭の探索を開始した。この日の天気は穏やかで、太陽が薄い雲に隠れつつも、明るい光を庭に差し込ませていた。風は優しく、鳥たちのさえずりが静けさを破り、新しい冒険の幕開けを告げるかのように、エリオットの心を奮い立たせていた。彼は緑のアーチをくぐり、エメラルドビラの庭に足を踏み入れた瞬間、何かが変わったことを感じた。周囲の空気が静かに震え、時間がゆっくりと流れるようになったかのようだった。庭は想像以上に広く、手入れされた花壇、古びた彫像、そして中央には壮大な噴水があり、その水音だけが静寂を破っていた。エリオットは庭を一歩一歩進みながら、この場所の持つ歴史と謎に心を惹かれていった。彼の最初の発見は、噴水の近くにある小さな隠された通路だった。苔に覆われた石が敷かれたその象形は、見るからに古く、数十年の時を感じさせた。通路は屋敷の裏手にある古い温室へと続いているようで、その扉は半分開いており、中からはかすかな光が漏れていた。エリオットは温室の扉を静かに開けると、中には驚くほど多くの植物が並んでいた。様々な形や色の植物が整然と配置され、その中には珍しい種類のものも見られた。彼はこの温室がどのようにしてこれほど手入れされているのか、誰がこの仕事をしているのかを知りたくなった。窓の外から差し込む日光が、その謎めいた空間に幻想的な雰囲気をもたらしていた。エリオットは温室の中をゆっくりと歩き回りながら、各植物の状態や配置に注意を払い、温室の奥へと進んでいった。奥では古い水やり用の缶や園芸道具が雑然と置かれており、長い間誰かに使われてきた形跡が残されていた。彼はそれらの道具を手に取り、かつてこの地を愛した人々の存在を感じ取ろうとした。この温室とその神秘的な植物たちがエメラルドビラの庭の謎の鍵を握っていることは明らかだった。エリオットはこの場所の秘密を解き明かすことで新しい小説の着想を得るための第一歩を踏み出したのだった。彼の探求心はまだまだ多くの発見を約束しているように思えた。翌日、エリオットは再びエメラルドビラを訪れた。朝の光が屋敷の窓ガラスを通して反射し、キラキラと輝く様子が幻想的であった。今回の彼の目的は、前日に探索した庭と温室に続いて、屋敷の内部を詳しく調査することだった。エリオットは、この古い建物の中にも、庭の謎を解く手がかりが隠されているかもしれないと考えていた。彼は屋敷の重い木製の扉をゆっくりと開け、中に入った。内部は想像以上に広く、厳かな空気が漂っていた。廊下は長く伸び、どこまでも続いているように見えた。壁には屋敷の歴史を感じさせる古い肖像画や絵画がずらりと並び、彼らの凛とした眼差しがエリオットを見つめ返しているようだった。彼は慎重に廊下を歩き始め、ふとした音にも心臓が跳ねるのを感じた。この屋敷にはまるで何かが息づいているかのような不思議な気配が漂っていた。彼は階段を上がり、何枚かのドアを開けながら各部屋を一つずつ確認していった。各部屋には様々な時代の家具や装飾品が置かれており、時間を超えた美術館のようだった。エリオットが見つけたのは家の西翼にある古びた図書室だった。部屋に一歩足を踏み入れると古書の香りが鼻をつき、彼の好奇心をさらにかき立てた。部屋は天井まで届く本棚で囲まれており、それぞれの棚にはぎっしりと古い本が並んでいた。窓から差し込む柔らかな日光が部屋全体を暖かく照らしていた。エリオットはランダムに本棚から一冊の本を手に取り、ページをめくり始めた。
その本には屋敷とその庭にまつわる物語が記されていた。それは長い時間をかけて集められた様々な植物に関するもので、その中には珍しいものも含まれていた。彼はこれが庭の謎の一部に違いないと確信した。図書室で過ごした時間は彼にとって非常に有意義なものだった。彼は本を手に取りながら屋敷の持ち主がかつてどのような人物であったか、その生活や趣味について想像を巡らせた。壁の一角には書きかけの手紙や古い写真が残されており、かつての日々の断片が垣間見えた。エリオットはこの図書室がただの部屋ではなく屋敷の心臓部のようなものだと感じた。ここには過去の住人たちの知識と情熱が凝縮されており、屋敷全体の謎を解明する鍵が隠されている可能性があると彼は考えた。そして次の一歩を踏み出す準備ができた彼は図書室から出て庭へと向かった。彼の調査はまだ始まったばかりだった。図書室で過ごした時間を通じて、エリオットはエメラルドビラとその庭に隠された秘密に近づいていると感じていた。彼はこの屋敷がかつては有名な植物学者のものであったこと、そしてその植物学者が生涯を通じて珍しい植物を集め研究していたことを発見した。この発見は彼の探求心をさらに燃え上がらせた。翌日、彼は再び庭へ戻り、特定の植物を探し始めた。その植物は前夜図書室で見つけた古い記録に記載されており、夜にだけ花を咲かせ、その花は数時間で枯れてしまうという非常に珍しい種であった。エリオットはその植物が何らかの重要な手がかりを提供してくれるかもしれないと考えていた。彼は庭を丹念に調べ、記録に基づいて植物の可能性のある位置を特定していった。日中の庭は静かで、彼一人だけがその秘密を探る探検者のようだった。太陽が徐々に西に傾き始めると、彼はようやく目当ての植物を見つけた。それは小さな、目立たない茂みの中に隠れるようにして生えており、昼間は地味な外見をしていたが、夜には別の顔を見せるのだ。エリオットはその場所にマーカーを置き、夜に再び訪れることを決めた。彼はその植物の花が咲く瞬間を目撃することが、この屋敷の謎を解く鍵になるかもしれないと確信していた。夜が近づくにつれ、彼の期待と緊張が高まっていった。そして、ついに夜が訪れた。エリオットはランタンを手に、再び庭に足を踏み入れた。月明かりが静かに庭を照らし出し、彼が発見した植物の位置へと導いてくれた。彼は花が開く瞬間を見逃さないように、じっとその場で待ち続けた。ついに、その植物の花が、ゆっくりと開き始めた。花は美しく、白く透明感のある花びらが、月光を反射し、魔法のように輝いていた。花は、数時間の間だけ開花し、その間、エリオットは、その美しさと、儚さに心を奪われた。彼は、その花の写真を何枚も撮り、その特殊な性質を記録した。花が枯れ始めると、エリオットは深い感動とともに、庭が隠していた真の秘密を理解した。この庭は、ただの庭ではなく、時間と共に息づく生命体だったのだ。それは、過去の植物学者が、生涯をかけて築き上げた、生命と時間の美しいシンフォニーだった。エリオットは、この不思議な体験を小説にすることを決心した。彼は、エメラルドビラとその庭が持つ、時を超えた美しさと秘密を、世界に伝えたいと思った。彼の物語は、読む人々に夢と希望を与え、また、自然とのつながりを再発見させるものとなるだろう。エメラルドビラの庭についての彼の小説は、やがて、多くの人々の心を捉えた。そして、エリオット自身も、この冒険を通じて、自分自身の中に、新たな平和と理解を見出した。エメラルドビラと、その緑の庭は、彼にとっての永遠の避難所となり、彼の物語は、時を超えて語り継がれることになる。
そして村の人々もまた、エメラルドビラが持つ真の美しさと、それが秘める物語を理解し始めた。彼らは、かつて恐れていたこの場所を、新たな目で見るようになり、庭は村の誇りとなった。エリオットと彼の物語は、人々が互いに、そして自分たちの周りの世界について、考えるきっかけを与えたのだ。エメラルドビラの緑の庭の謎は、静かに、しかし確実に、その秘密を明かした。それは、時間を超え、人々の心に深く根付いた、不思議で美しい物語だった。夜明け前の訪問者。夜明け前の静寂が古びたコテージを包み込んでいた。村の外れにひっそりと佇むその家は、しばしば旅人や物語好きの人々の間で囁かれる場所だ。一見すると何の変哲もないその家には、長い年月を経て積み重ねられた数々の謎が隠されているという。村の人々は、その家を時のコテージと呼び、時に敬意を込め、時に恐れながらも、その存在を受け入れていた。この物語は、ある冷たい秋の夜明け前に始まる。風が木々を揺らし、葉の囁きが静寂をかき乱す中、一人の若い旅人が、時のコテージへと足を踏み入れた。彼の名はエリオット。知的好奇心旺盛なエリオットは、このコテージにまつわる古い伝説を解明することを心に決めていた。しかし、彼がその門をくぐった瞬間から物語は予想もしない方向へと進み始める。エリオットがコテージにたどり着いたのは、まさに夜が明ける直前。辺りはまだ暗く、星々が輝く空には、わずかに夜の名残が見え隠れしていた。彼は手にした小さなランタンを頼りに、重い木製の扉を静かにノックした。すると、予想外のことに、扉はゆっくりと内側から開いていく。エリオットは深呼吸を一つし、未知の世界への一歩を踏み出した。その瞬間、彼は時と空間が交錯する奇妙な感覚に襲われる。コテージの内部は、外観からは想像もつかないほど広く、各々が異なる時代の家具で飾られていた。壁にかけられた絵画は、見る角度によって内容が変わるようで、エリオットの好奇心を一層かき立てた。彼は、この家が単なるコテージではなく、時間を超えた物語を紡ぐ場所であることを直感した。そして、その謎を解き明かす鍵が、夜明け前に彼をここへと導いた何かにあると確信する。しかし、その謎解きは、彼が想像していたよりも、はるかに穏やかで、心を癒す旅になることに、この時のエリオットは、まだ気づいていなかった。エリオットは、コテージの奥へと進んでいった。フロアは、古びた木でできており、足音一つ一つが響き渡る。彼は、壁にかけられた絵画に目を留めながら、ゆっくりとその意味を解読しようと試みた。ある絵は古代の戦いを描いているように見え、また、ある絵は未来都市の風景のようだった。これらの絵画がコテージとその住人の長い歴史の証であることは明らかだった。突然、エリオットの視線を捉えたのは、壁の奥深くに設置された古風な時計だった。その時計は不思議なことに時間を正確に示していないように見えた。時計の針は一定のリズムでなく不規則に動いている。エリオットは時計に近づき、その謎めいた挙動に魅了された。彼がそっと時計に手を伸ばした瞬間、時計は急に動きを止め、そして静かな音を立てて開いた。時計の背後にはまるで別世界への入り口のような扉が現れた。これが時の扉か。エリオットは心の中でつぶやいた。彼は迷うことなく、その扉を開いた。目の前に広がっていたのは、昔ながらの図書室だった。壁一面には古い本が並び、中央には大きな木製のテーブルが置かれていた。部屋の隅には大きな暖炉があり、そこからは優しい光が溢れていた。エリオットは部屋の中を探索し始めた。彼が手に取った本の一つは、中世の魔法に関する書物であり、
もう一つは未来の科学技術を予測したものだった。これらの本は、コテージが単に時代を超えた存在であるだけでなく、時間自体を操る力を持っていることを示唆していた。突然、エリオットは背後でかすかな物音を感じ取った。彼が振り返ると、そこには中年の女性が立っていた。彼女は穏やかな表情でエリオットを見つめ、言った。ようこそ、時の旅人よ。私はこのコテージの守り手、エヴァリンです。あなたの探求が始まるのですね。エヴァリンの言葉はエリオットにとって新たな旅の始まりを告げるものだった。彼はこの不思議なコテージとその謎を解き明かすため、エヴァリンと共に歴史を超えた冒険へと足を踏み出すのだった。この穏やかな旅が彼の心にどのような変化をもたらすのか、まだ誰も知る由もなかった。エリオットとエヴァリンは図書室の中心にある大きな地図の前で立ち止まった。地図は細かく複雑な線で描かれており、現実世界のものとは異なる時空を超えた場所を示していた。エヴァリンは指を地図の一点に置き、私たちの旅はここから始まります。時の流れが交差する場所、過去と未来、そして可能性が織りなす世界へと語り始めた。彼らが訪れるのは、時の流れが異なる3つの時代だった。一つは遠い過去、もう一つは遥か未来、そして最後には時間が存在しないとされる神秘的な場所だ。エリオットは心躍らせながらも未知の世界への不安を感じつつエヴァリンに続いた。彼らの最初の停留所は中世の小さな村だった。そこでは時間がゆっくりと流れ、人々は今日も昔も変わらず日々の生活に勤しんでいた。エリオットとエヴァリンは村人たちと交流し、過去の生活を体験することで時間の価値とは何かを学び始める。次に訪れたのは先進技術が発展した未来都市だった。そこでは人々が時間をどのように捉え、利用しているのかが明らかになる。未来の住人たちは時間を節約し、最大限に活用するための技術に頼り切っていたが、それによって本当の意味での生きる喜びを見失っているように、エリオットには感じられた。最後に彼らがたどり着いたのは、時間が存在しないとされる神秘的な場所だった。ここでは過去も未来も現在も一つに融合しており、すべての瞬間が永遠に存在している。エリオットはこの場所で、時間とはただ流れるものではなく、私たちが生きるために感じる感覚であることを理解する。エヴァリンはエリオットに向かって言った。時間は私たちが作り出す物語です。大切なのはその瞬間瞬間をどのように生きるか、どのように記憶に刻むかです。この旅を通じてエリオットは時間の真実と、それが私たちの心にもたらす平穏と癒しを学んだ。時間の流れの中で失われがちな今の価値を見出し、その大切さを改めて感じるのだった。この体験は彼の心を穏やかにし、日常生活に戻っても彼の時間の使い方に変化をもたらすことになる。旅の終わりが近づき、エリオットとエヴァリンは時のコテージに戻ってきた。冒険を経てエリオットの心は変化していた。時間を超えた旅は彼に時間の本質と、それが人々の心に与える影響を深く理解させた。エヴァリンはエリオットに微笑みながら言った。あなたはもう見た時間の流れは私たちが感じるよりも複雑で、それぞれの瞬間が無限の価値を持っているのです。エリオットはコテージの図書室で過ごす時間が増えた。彼はそこで自分自身の内面と対話し、過去の旅から学んだ教訓を日記に記録していく。時間が彼の内面に与えた影響を振り返りながら、エリオットは時間それ自体が物語であることを理解した。そして、それぞれの人が自分自身の時間の物語を紡いでいることを学んだ。エリオットの時間に対する考え方が変わるにつれて、彼の周りの世界も変わり始めた。
コテージとその周りの自然は彼にとってより生き生きとし、色鮮やかに見えた。彼は日々の生活の中で今を生きることの大切さを実感し、時間を急ぐことなく各瞬間を楽しむようになった。エリオットの心に平穏が訪れると、エヴァリンは彼に新たな旅立ちを告げた。あなたの探求は一つの終わりに達しました。しかし、人生は続きます。あなたが学んだ教訓を忘れず、心の時計を大切にしてください。エリオットはコテージを後にする準備を始めた。彼は自分の心に刻まれた時間の教訓を胸に、新たな日々を迎える準備ができていた。エリオットがコテージを後にする日、エヴァリンは彼に一つの小さな時計を手渡した。それは時のコテージで過ごした時間を象徴するものだった。エリオットはそれを大切にし、時のコテージと共に過ごした日々を永遠に心に留めることを誓った。夜明け前、エリオットはコテージを後にし、新たな日々へと歩き出した。彼が学んだことは時間を超えて彼の心に響き続ける。時間とともに彼の心は静かに癒され、彼自身の物語は続いていくのだった。エリオットが時のコテージを後にしてから数週間が過ぎた。彼の日常生活は再び始まり、日々は以前と変わらないように思えた。しかし、エリオットの心の中には変わらぬ静けさが宿っていた。時間に対する彼の理解が深まり、心の中に平穏を見つけたことで、彼の周りの世界はより豊かなものに変わっていた。エリオットは時間をより意味のあるものとして感じるようになった。忙しい日々の中でも、彼は今の瞬間に価値を見出し、それを大切にするようになった。エヴァリンからもらった小さな時計は、彼のデスクに置かれ、日々の忙しさの中でも、彼に大切な教訓を思い出させてくれた。エリオットは、時には、時のコテージでの体験を夢に見ることがあった。それは彼にとって、過去と未来、そして時間を超えた場所への懐かしい回帰であり、心の奥深くに残る平穏への訪問だった。彼は時間とは人と人とのつながりを深め、物語を紡ぐための貴重な資源であることを改めて理解した。エリオットの物語は時のコテージを訪れたことで終わりを告げたわけではない。それはむしろ彼の人生の新たな章の始まりであった。時間に対する新しい理解は彼にとって多くの扉を開いた。彼は自分の物語を時間と共に紡ぎ、未来へと続く道を歩み始めた。時間の旅は続く。夜明け前の空は再び静かに輝き始める。時間は流れ続け、人々の物語は織りなされていく。エリオットの旅は時間を超えた冒険の一例に過ぎない。だが、彼が学んだ教訓は普遍的なものであり、私たち一人一人に時間という贈り物をどのように使うかを考えさせる。時のコテージは静かに時を刻み続ける。その扉は次に訪れる旅人を待ち続けている。時間の流れの中で新たな物語が始まるのを静かに見守りながら、古時計の姫ごと。春の初め、新緑が芽吹く頃、静寂に包まれた小さな町には、時を刻む古い時計がありました。この時計は、町の小高い丘の上に佇む、古びた屋敷の一室に安置されていました。町の人々は、この時計を古時計と呼び、あたかも生きているかのように、愛情を込めて接していました。ある日、町に住む若い探偵葉月は、この古時計にまつわる奇妙な依頼を受け取ります。依頼人は、この屋敷の最後の住人であった老婦人から、突如として手紙を受け取ったといいます。しかし、その老婦人は、数年前に亡くなっており、手紙には古時計の姫ごとを解き明かしてほしいと書かれていました。葉月はこの不可解な手紙と古時計の秘密に興味を抱き、調査を始めることにします。
そしてこの物語は葉月が古時計の謎を追う中で町の人々の思い出、秘密、そして時計と彼らの間にある深い絆を紐解いていくことになります。静かな春の日、穏やかな風が屋敷の窓を通り過ぎる中、葉月の調査は始まりました。謎を解く旅は、時には心温まる話を、時には忘れ去られた過去を明らかにしていくことになるでしょう。そして、この物語は、読者を優しく、しかし確かに、夢の中へと誘います。春の日差しが窓ガラスを通して暖かく部屋を照らす中、葉月は老婦人からの手紙をもう一度手に取りました。紙は黄ばんでおり、文字は時の流れを感じさせる筆跡で書かれていました。古時計の秘め事を解き明かしてほしいという言葉が、葉月の好奇心をかき立てます。葉月はまず、この屋敷と古時計について知るため、町の図書館を訪れることにしました。図書館には町の歴史を綴った資料が豊富にあります。葉月は屋敷とその住人たちについて調べ始めました。資料によると、この屋敷は数世代にわたって一族が住んでおり、その中心には常に古時計がありました。時計は特別な装飾が施されており、一族にとって重要な意味を持っていたようです。しかし、具体的な秘め事については、どの資料にも触れられていませんでした。葉月は次に、屋敷の最後の住人である、老婦人の親戚を訪ねることにしました。老婦人には、遠縁の親戚が一人、町の外れに住んでいたのです。親戚の家を訪ねた葉月は、老婦人が生前、古時計について、よく語っていたことを知ります。しかし、老婦人も古時計の秘め事については、詳しくは語らなかったと言います。ただ、老婦人が亡くなる少し前に、時計が秘める真実を、いつか誰かが解き明かしてくれることを願っていると話していたと聞かされました。葉月は、古時計と老婦人の家族が共有していた、深い絆や秘密が、何か大きな意味を持っていると感じました。そして、その秘密を解き明かす鍵が、古時計自身に隠されているのではないかと考え始めます。夕暮れ時、葉月は再び古びた屋敷を訪れ、古時計の前に立ちました。時計の針は静かに動き続けており、時を刻む音が部屋に響き渡ります。葉月は古時計に触れ、その秘密を探る旅の次なる一歩を踏み出す決意を新たにしました。葉月は古時計の前で深呼吸をし、その精巧な装飾をじっくりと観察し始めました。時計の顔は繊細な彫刻で飾られ、各数字はユニークなデザインで表されていました。特に6と12の位置にある装飾が複雑で、何かしらの意味が込められているように感じました。葉月は、この時計が単なる時間を告げる道具ではなく、一族にとって何か特別な役割を果たしていたのではないかと、考えを巡らせます。その時、ふと、時計の背面に目をやり、そこに小さな扉があることに気づきました。扉は、とてもしっかりとしており、開けるのに少し力を要しましたが、中からは古びた手紙と、一枚の写真が見つかりました。手紙は、この屋敷の先代の主から時代へと継がれるもので、古時計が家族にとっての絆を象徴するものであること、そして時計には特別な仕掛けが施されていることが書かれていました。仕掛けは家族の安泰を願う際に使われ、特定の時刻に時計を合わせることで、過去の家族の幸せな瞬間を思い出させるメカニズムであると説明されていました。写真には、かつてこの屋敷で暮らした家族の姿があり、幸せそうに微笑んでいる様子が捉えられていました。その中心には、今もその時間を刻み続ける古時計がありました。葉月は、この時計がただ時間を告げるだけでなく、家族の歴史や絆、そして幸せな記憶を守り続ける宝物であることを理解しました。そして、老婦人がこの秘め事を解き明かしてほしいと願ったのは、単に時計の仕掛けを知ってもらうためではなく、家族が共有した愛と絆を次世代に伝えるためだったのです。
葉月は古時計の前で立ち尽くし、時間を超えた家族の愛を感じながら、深い感動に包まれました。そして、この美しい物語を町の人々と共有することを決意しました。夜が更けていく中、古時計は静かに時を刻み続け、過去と現在をつなぐ架け橋となっていました。葉月が古時計とその背後に隠された物語を深く理解した夜から数日後、町の人々にこの美しい物語を共有するための準備を始めました。彼は屋敷を訪れた際の感動と発見を町の人々と分かち合いたいと願っていました。まず、葉月は古時計と家族の物語を綴った小冊子を作成しました。その中には、時計が見守ってきた幸せな家族の瞬間、古時計の秘めた仕掛けと、その意味、そして時計が象徴する家族の絆について書き記されていました。小冊子は彼の心温まる言葉で終わり、読む者に家族の大切さと時を超えた絆の価値を伝えました。次に、葉月は町の中心にある広場で、古時計と家族の物語を語る会を開くことを決めました。彼は町の人々が集まりやすいように、美しい春の午後を選びました。招待状はすぐに街中に配られ、多くの人々の興味を引きました。当日、広場には老若男女が集まり、葉月の話に耳を傾けました。彼は古時計の前での体験、手紙と写真の発見、そしてそれらが彼に教えてくれた家族の愛と絆の重要性について語りました。町の人々は葉月の言葉に心を動かされ、自分たちの家族や大切な人々との関係を見つめ直すきっかけを得ました。物語が終わると、町の人々は古時計のある屋敷を訪れ、その美しい時計とその背後にある深い物語を自分の目で見たいと願いました。屋敷の扉はこれまでになく多くの人々に開かれ、古時計は新たな視点で見られるようになりました。この日、町の人々はただ時を刻む古い時計ではなく、過去と現在、そして未来をつなぐ絆の象徴として古時計を見るようになりました。葉月の努力によって時計は再び町の愛される存在となり、町の人々は家族の絆の大切さを改めて感じ取りました。夜が訪れ、星々が空を彩る中、古時計は静かに時を刻み続けました。葉月はこの時計と共に過ごした時間が彼にとっても町の人々にとっても忘れられない貴重な思い出となることを願いながら家路に着きました。古時計の物語を街中に広めた後、葉月はしばしば屋敷を訪れるようになりました。彼の心の中には時計と共に過ごした時間が深く刻まれていました。屋敷はもはや静寂に包まれた場所ではなく、訪れる人々の温かい言葉や笑顔で満たされるようになっていました。葉月が古時計の前で過ごす時間は彼にとって瞑想のようなものでした。時計の針の動きは彼に時間の流れとともに変わりゆくもの、変わらないものについて考えさせました。古時計は過去を思い出し、現在を生き、未来に思いを馳せるための架け橋でした。ある夜、葉月は屋敷を訪れ、古時計の前で深い思索にふけっていました。そこへ町の人々が一人また一人と集まり始めました。彼らは葉月が古時計の物語を広めたことで、家族や友人との絆を再確認し、大切に思うようになったと感謝の言葉を述べました。その夜、町の人々は古時計の周りに集い、お互いの思い出や希望を語り合いました。古時計の針は静かに動き続け、その鼓動は時を超えた絆の証として、すべての人の心に響き渡りました。葉月は古時計の秘めた物語が人々の心をつなぎ、時間を超えた愛と絆を育む力を持っていることを実感しました。古時計の鼓動は終わりなき物語を紡ぎ出す源であり、その音はこれからもずっと街の記憶の中で響き続けるでしょう。月明かりの下、葉月は古時計と共に静かに未来へと歩みを進める準備をしました。
彼の心には時計から学んだ教訓と町の人々と共有した美しい瞬間が永遠に残りました。そしてこの物語は時間の流れの中で静かにしかし確かに次世代へと引き継がれていくのです。こうして葉月と古時計の物語は幕を閉じましたが、時計の鼓動は今も街のどこかで優しく力強く響いています。それは時間を超え人々の心を結びつける魔法のようなもの。葉月の旅は終わりましたが、古時計の物語は永遠に続いていきます。